ようございます。バンコクのシーロムというエリアにいます。シーロムっていうエリアはルンビニー公園を起点に伸びるシーロム通りとサトーン通りに挟まれた結構ね横長に広いエリアなんですよね。世界的な金融機関だとか大企業の本社がこの辺りに多いそうで、日中はバンコクのウォール街とすら呼ばれているみたいです。だけど夜になると一転してネオンのきらめく繁華街に姿を変えるというバンコクを代表する商業地でもあり観光地でもあるみたいです。そのシーロムというエリアの中でも今どの辺りにいるかというと、ここですね。ヒンドゥー教の寺院、お寺。ここはワットケークって呼ばれるお寺なんですけど、1879年頃、だから今からもう100年以上前に建てられたヒンドゥー教のお寺です。タイは国民の 90% 以上が仏教徒っていうふうに言われているんですよね。で、ヒンドゥー教は 0.1% にも満たないらしいんですよ。だけどこのお寺もかなり大きいですし、人もたくさん集まっているし、かつバンコク最強のパワースポットって言われているエラワン廟って知ってますかね。で、そこも実はヒンドゥー教の神様を祀っているそうなんですよね。仏教徒の国なんだけども、ヒンドゥー教の神様が人々に崇められているっていうのはなんだか不思議な感じがします。で、この道路より寺院側、南側の間がシーロムというみたいです。シーロムをこれから歩いてみたいんですけど、東側シーロムの駅の方に行くとより栄えてると思うんですけども、私は逆を行きたいと思います。シーロムのね、一番遠い方、端っこの方をあえて世の中とは逆に行ってみたいと思います。どこに行こうとか全く決めていません。なので直感に従って、こっち面白そうだなって言ったらそっち行く、こっちがいいなと思ったらそっちに行くっていう、何の下準備も下調べもせずに、ただシーロムの端っこまで行ってその道中を散策するということだけ決めて、あとは直感で進んでいきたいと思います。ただですね、ちょっとお腹が空いたので、まずは朝ごはんを食べたいと思います。この辺りは先ほどの寺院もある関係なのか、ヒンディーコミュニティができているんですよね。なのでインド料理屋さんものすごく多いんですよ。で、ちょっと美味しいインド料理屋さんがあるので、タイのバンコクにいるんだけどインド式の朝ごはんっていうのを食べに行きましょう。Salad dosa, Indian tea. アンナプルナさんで朝ごはんを食べました。すごい時間かけて食べたので、もうお昼の時間なんですよね。そしてもうすでにお腹が空いてきているので、お昼ご飯も食べたいなと。朝ごはん食べた直後なんですけど、チャイ、マサラティー、インディアンティーを飲んだんですけど、コーヒーをまだ飲んでいませんので、1日1コーヒーという自分に課した戒律を守っていかないといけませんので、今日したいこととしてはコーヒーを飲む、お昼ご飯食べる、あとおやつですね。ただし体に良くなくない甘いものを食べたいなと思ってるんですけど、で、あとはもう全て直感で進めていきます。で、これを左に行っちゃうともっと栄えたシーロムといえばこういう感じっていう方に行っちゃうと思うので、逆に行きます。高架鉄道ですね、 BTS のスラサック駅というところに来ました。バンコクの鉄道というのかな、電車はこんな感じになってます。で、今がどこだ、現在地が分かりづらいな。これか。これちょっと分かりづらいですね。もっと大きくで赤くポコとかって書いてあると、この辺がまあ中心で、駅には行かずにと思ったんですけど、このスラサック駅もどんな感じなのかちょっと見てみましょうか。スラサック駅はこんな感じです。下には渋滞が発生しております。その脇をバイクがスルスルと駆け抜けております。右
手側がシーロムエリアですね。この道路とあとこの高架鉄道の向こう側はまた別のシーロムじゃない地域なんだと思います。 Google マップにそういう風に出ていましたので、Google が言うんだから間違いないには本当はそうじゃないのかわからないですけど、全然信号変わらないので、もうちょっと北上しましょう。屋台でああやってお弁当を買って食べるんでしょう。はい、濃い街に入ってきました。もうお昼だからみんなテーブルに座って沈んだり死滅続いたりしています。ひとまずやるべきことはやりましょう。今日のやるべきことはシーロムの一番端まで行って手でタッチしましょうか。シーロムの一番端っこ触りにまず行きましょう。なんかね、歩道に入っちゃうと距離が近すぎちゃってそのお店のね全体像が分かりづらいので、この辺歩くのがいいですね。全体像が分かる。ちょっと引いてみるっていうのがいいかもしれないですね。さっきご飯食べちゃうかな。シーロムの先までね、まだもうちょっとあると思うんだよね。歩いてで戻ってくるとちょっとこのにぎわいがなくなっちゃう気がするので、また味わいのある通りに突き当たりましたよ。どうしようこれ。いけるんだ。もうなんか新たなゲートが開いたぞ。インドカレー屋さんがあるな。朝昼インド料理しようかな。インド料理だよね。ここはまたちょっとね綺麗めな通りですね。おしゃれ通りっていう感じがします。あ、これちょっと待った、突き当たりじゃないか。ということはここがシーロムの果てってことはあるかな。ちょっと確認してみましょう。今どこだ。おお、なんとですね、ここまで来ちゃうともうどうもシーロムじゃないみたいなんですね。横に左右に走っている大きめの通りまでがシーロムだったみたいなので、ここはねシーロムを超えてしまいましたね。シーロムに戻りましょう。この前のこの通りの向こう側までがシーロムだと思います。やはりね、そうでした。道路の向こう側がシーロムなので、南に下ってあの大きな通りにぶつかった角が一番地形的に一番西側端に当たるので、そこまで行って手で触っていきましょう。珍しいものをいっぱい売っている。百貨店、ロビンソンデパート。日本にもロビンソン百貨店ってありますよね。提携関係とかあるんですよね。間もなくです。この辺りだと思います。この交差点のここです。ここがどこだ。この辺りじゃないですか。ちょうどこの角とこの辺の角のここが一番西じゃないですかね。ここをちょっとこう手で触ってシーロムの一番端に来ましたよ。感触をこの手で確かめました。さあ、やるべきことはやったからは好きなようにさせてもらいますよ。早速なのですが、お腹が空いたのでお昼ご飯を食べたいと思います。何が食べたいんでしょうか、私は。これはどうだ。いいじゃない。ここにします。ちょっ
と食べさせで申し訳ないんですけども、想像してたのとはちょっと違ったんですけど、美味しいですね。揚げた豆腐と野菜を炒めたものがご飯にかかっていて、それにかぼちゃと大根のペースト状になったものとフライドエッグを乗せてカスタマイズしてもらいました。かぼちゃのペーストはね、ニンニクがガーリックが効いててうまいですね。甘さもあって、シーロムの最果ての地でですね、賑やかな通りの中にある大衆食堂で美味しかったですね。大衆食堂なので化学調味料たっぷりの美味しさだったんですけど、たまに食べるとね、化学調味料の美味しさってこういう美味しさだよなっていうのが分かって、社会勉強になって良いのかなと思うんですけれども、お店の前にバルバルっていう鳥がいて、名前がバルバルですっていう風に書いてあって、お店のおばちゃんが教えてくれて、2人でその鳥をしばし見つめて不思議な時間を体験しました。でまた同じところをぐるぐる歩いてるような気がするんですけども、さっきね歩いてた時にものすごく気になるお店を見つけたので、そこに行ってみたいと思っています。この辺だったと思うんですけど、ここですね。これですか。ティー、これ、じゃあこれをください。10 Yes. Thank you。この辺は中華系の人も多いみたいで、中国の漢方薬のお店がいくつか並んでました。でその中の一つで冷たいお茶を買いました。10バーツ、10バーツです。お店の名前は読み方がちょっとわかんないんですけど、1936年創業の漢方のお店のようでした。店頭で売られているのは涼茶って言って、中国広東省発祥の体の熱を冷ますお茶みたいですね。だから涼しいお茶っていう風に書くみたいです。紙コップだと10バーツ、ペットボトルだと20バーツだそうです。で僕は菊の花のお茶っていうのを買ったんですけど、これは特に眼性疲労にも効果があるということでした。美味しいんでしょうか。喉乾いたので飲みたかったので買ってみました。飲んでみます。ちなみにこういったお茶です。色は麦茶みたいな色ですね。香りはね、なんだろう、ジャスミンティーみたいな、ジャスミンティーをもっと漢方薬にしたような、そんな匂いがします。いただきます。いやなんだこれは、甘いなこれはね砂糖が入ってるんじゃないかな。甘いけど美味しい。このね砂糖の甘さはやばいですねこれはちょっと中毒になりそうですね。これはね美味しいけどね、もっと砂糖を取りたくなってしまうな。一回砂糖を取り出すとその罠から抜けられないという、とても美味しかったです。一気に飲み干してしまいました。今ねお茶の中にね砂糖がたっぷりと入ったものを取ったので、さらに甘いものが食べたくなってしまいました。砂糖の連鎖ですね。体が重くなってきた。砂糖の効果がてきめんですね。地面に寝たいぐらいですよ。さあもうひとまずやることは済んだので、あとはもう好き放題やりたい放題やろうかなと思ってるんですけども、もうちょいグラグラしましょうか。これなんていうんですか、祀ってある場所は、ここはなんか綺麗ですね。シーロムの先っちょをくまなく歩いてみたいと思うんですけど、やっぱねなんとか飯店とかいう看板が結構多いので、この辺はやっぱ中国系が多いんじゃないですかね。こういうアートをちょっと紹介しておきましょうか。黒い高速道路みたいなのがぐるんとなっていて、実はそれが何ですかね、黒猫かな。であっちにもこれ対になってるんでしょうね。楽しい絵です。ここはまたすごいですね。映画の世界みたいなでかい道に出てきました。木の下にいろんな神様がいます。
なんかね、すごい形の建物が見えてきました。これは何ですかね。ブロックを積み重ねたような形です。規則性のない積まれ方をしている。ここね、高速の入り口っぽいんですけど、歩いて行けるんでしょうか。行けそうですね。黒いビルがそびえ立ってます。あれなんかちょっと薄っぺらそうですね。厚みはない感じ。わー、高くて細いところを歩いています。そんなに怖くないんだけど、降りるときがちょっと大変ですね。高速の下の道からはそれましょう。脇の道を行きます。ここもね、大衆食堂というか、食堂と屋台の中間みたいな感じですね。ここに住んでいる人たちもいる様子です。ここもなんか雰囲気良さそうですね。この色の配色具合素晴らしいですね。テーブルと椅子が白と薄いブルーと、あとこれ何色って言うんだろうな、ベージュなのかな。いい配色だな。壁は黄色いんだ。こんなん誰も興味ないかもしれないけど、面白いな。いろいろあるな。サイの角のドアがあります。もうカプチーノ、ここ気になるな。何なんだろう。ここね、Hello, coffee. No, not cafe, but my house. Your house. Although it's okay, but now I move something. Your house. You are living. I want to repair my house. Ah, It's okay, nice. I enjoy. Thank you. ここでかつてカフェをやっていたんじゃないでしょうか。ここは厨房だったんだ。包丁とか。いいな、かっこいいな。ここから Thank you so much. この道はね、初めてですね。ティーハウス、リリー。音引きって難しいんでしょうね。多分 T とかギターとか長く伸ばす音の表記、デザイン的には音引きとか言うんですけど、縦なのか横なのかが難しいんだと思います。この辺はね、お店が全然ない通りですね。オフィス街の裏道っていう感じですね。ちょこちょこ屋台があります。なんかね、地図を今確認したらですね、この道の向こう側もどうもシーロムっぽいので、向こうも見てみましょう。この道路を渡るとまたね、雰囲気がガラッと変わるような気がしますね。こっち側は日が当たって暑いですね。でも木陰があるからいいですね。ジュエリー屋さんも多いですね。ジュエリー、宝石が並んでいる。このジュエリーがやっぱりなんか美しいものに人は憧れるんでしょうかね。お酒屋さんがありますね。お酒と炭酸をいっぱい売っています。なんかすごい年季の入ったトラックがやってきました。排気ガスをまき散らしながらドアがない状態で走っていました。これなんだかよくわからない謎のビルディングが出てきたので、ここちょっと行ってみましょうか。外暑いしね。中どうなってんだろう。すごい、これ宝石屋さんばっかりだな。綺麗な石っていうのは売れるんですね。綺麗な石をもっと綺麗に磨くともっと高く売れる。ここは TR ビルディングって言って、もともとは映画館の建物だったみたいなんですよね。だけど今は宝石とかジュエリーとか貴金属のお店が入居するビルになっているみたいです。宝石とか貴金属っていうのはタイでは自動車とコンピューター関連につく第3の輸出産業だそうなんですよ。で、特にこの辺りはマエサックっていうエリアなんですけど、そうした業者が集まってジュエリーの問屋街になっているみたいです。美容室もあります。トリコロールの赤と白と青のサインは世界共通なんですね。宝石ビルディングでした。シーロム通りを渡って北上しています。オフィス街っていう感じでもなく、なんだろうな、問屋街みたいな感じ。ジュエリーの宝石商たちが集まる街っていう感じがします。歩道バイクが駆け抜けてきます。すごいすごい。車道なんか走ってたらね、車の渋滞で全然進まないですからね。
この今左右横切っている道から向こう側はシーロムではない別のエリアになるっぽいので、ここは渡りませんなので朝出発した方にちょっとずつ戻っていきましょう。竹のはしごで電線工事をします。スーパーマンビルを建ててるんですかね。こういうビルが建つんだ。だんだんね、さっき飲んだお茶の砂糖の効果が切れてきて、だいぶ体がね自由に動くようになってきました。もうねちょっとこうやって歩いているだけで汗がうわーっと吹き出してきて、手をねこうやって触ったりするとベタついているというか塩気を感じるんですよね。体中に、この肌に汗ばんでます。ぐらいの雰囲気は好きかもな。賑やかでガヤガヤは全然してないんだけど、明るさがあるというか、人がたくさんいるとそこで何か起こったり、それにいろいろねついつい巻き込まれちゃうことがあるんですけど、全く人がいないのも面白みがないというか、だからこうやって適度に人の気配があって、でちゃんと自分と他者との距離感が保たれているみたいなのはいいですよね。でなんかこれ新しいサインですね。白と黒と緑ですね。タイの国旗ってそういえば青がちょっと違う色味だけど、床屋さんのカラーリングとそういえば一緒ですね。ペクシも一緒だ。そしてボディーピルの張り紙がしてあります。これはなんだ、でっかい立体駐車場みたいなものを取り囲むように屋台が出ています。焼きとうもろこし、焼きバナナ、パンを焼いていたりします。時刻はもう午後の2時を過ぎたので、屋台はね一旦お休みに入る感じなんですかね。片付けをしている屋台が多いように感じます。さあ朝からでもないか、昼前からかなり歩き続けているので、そろそろ甘いものとコーヒーを飲みたいなと思います。1日1コーヒーという過酷な修行を続けているので、今日もねその日課を果たさなければなりません。どこのコーヒー屋さん行くかも全く決めてないので、下調べしてないので直感で入りたいと思います。でね、探すとないんですよねそういうのってね。だからね探しません。考えずに感じるっていう風で行きたいと思います。こうやって喋り続けていると喉が痛いわけじゃないんですけど、排気ガスがすごいんですよね。それがね喉に入ってくるので、本当マスクをしたいぐらいなんですけど、この暑さなのでマスクはちょっとしたくないなと。そしてここはなんだ、コーヒーかな。ちょっと覗いてみましょうか。なんだここは。こう良さげじゃないですか。ウェルカムコーヒーじゃん。ここ行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。Thank you。おー、いい感じ。こんにちは。扇風機もある。イガンダ。コーヒーをいただきます。熱い。これはね苦みがありますね。酸味もある。チョコブラウニーというのも買いました。砂糖は入ってますかって聞いたら、ほんのちょっとだけって言ってたので今日は OK です。もうねさっきのお茶でね砂糖はだいぶ取ったのでもういいでしょう。あとちょっと取るぐらい。もうブラウニー美味しそうですよ。手作りな感じがします。手作りかどうかは分かんないけど手作りっぽい感じがします。食べてみましょう。美味しい。甘すぎない。砂糖は本当にほんのちょっとなような気がします。レーズンが入っている。このレーズンの甘さが
ねとっとした感触とマカダミアナッツのカリカリした感覚が美味しいです。あー、これは美味しいな。さっきのカフェでトイレありますかって聞いたら、隣のビルにありますよって言われたので、このでかい多分ね不動産会社のオフィスビルだと思うんですけど、その中に入ってみんなスーツとか着てるんですけど、こんな旅人の格好でですね、警備員の人に快く案内してくださいました。だいぶね日がね落ちてきて西日になってきて、またさらに暑いんですよね。太陽の光がね横から突き刺してくるような暑さがあります。でさっきのカフェなんですけど、ものすごくねロケーションが良かったですね。この辺りはオフィス街っぽいんですよ。その中の隠れ家的なね、雰囲気はすごく良かったですね。ちょっと長居をしてしまいました。気がついたら夕方です。あ、でね、小学生ですかね、制服を着た子供たちがお父さんとかお母さんと一緒に歩いている光景が見られます。あ、ここ学校なんですね。ほら、なんかやってる。学校だ。学校に吸い込まれている。なんかね、串に刺した団子みたいのを売ってますね。肉の塊なんですかね。ワッフルがお菓子。学校の中からこの外の屋台に注文をして食べ物を受け取っていました。たくましい学生たちであります。ここは何なんでしょう。厳重にバンコククリスチャンカレッジだって。でかいですね。このワンブロック全部そうですよ。しかも道路を通行止めにまでしているという相当な力を持った組織なんじゃないでしょうか。ここもねスクールって書いてあるので、この辺は学校が多いんですかね。中はロビーみたいになっています。学校って何をしに行くんですかね。よく考えるととても不思議な制度だなって思うんですけどね。なんかいっぱいいる。ポケモンたちがボードにいっぱい貼っつけてありました。今日はちょっとね甘いものを食べ過ぎたか、食べ過ぎってほどではないかもしれないけど、普段ほぼ糖分を取らないので、普段の食生活からするとかなり糖分を取っているので、体がちょっと動かしにくい感じがありますね。体がね言うこと聞かない感じ。なんか右手を上げてっつったらなんか左手を上げちゃいそうな。脳と自分の体の意思疎通がうまくいかない感じがありますね。砂糖を食べるとね。ここもすごいな。すごいいっぱいいる。ここはいろんな赤い飲み物がお供えされています。ピカピカのトゥクトゥク、すごいね、綺麗に手入れされてる感じが。この路地に入ってみるかな。お、猫だ。猫が小走りにかけています。一本ね路地に入るだけで急に生活感が出てきますね。犬の絵が描いた布が車にかぶせてあったりとはいえゼニアのスーツを売っていたり、ただ3800バーツなのでゼニアがそんな値段で買えるんですかね。1万4、5千円でゼニアのスーツが作れるらしいですよ。ヤクルトですね。タイの街でもね、ヤクルトの移動販売っていうの、ヤクルトを積んで売っているっていうのをよく見かけますね。これは年季の入ったトゥクトゥクだ。トゥクトゥクじゃないんだ。なんか玉ねぎとかニンニクを積んでいました。バイクが。グリコって書いてありますね。ここがグリコだったんでしょうか。ミニビッグシー。こっち行ってみますか。このトゥクトゥクについて行ってみましょう。この辺りはアラビア文字っていうのかな。看板は上が英語、真ん中がタイ語、その下がアラビア文字だと思うので、アラビアタウンなんじゃないでしょうか。
ここそうだ。ちょっとどういうメニューがあるか見てみましょう。モーさん、イラニアンレストラン、イラン料理のお店みたいですね。ハラールフード。イラン料理って食べたことありますか？ないですね。これね、家電量販店だ。秋葉原だって。量販店でもないね、家電のお店。やってるのかやってないのかよくわからないお店も多いですね。で聞いてみるとね、ああいいよ入ってとか言ったり、あるいは明らかにやってるのに入っていこうとしたらもう終わりだよとか言われたり、だからそういう境目ってないのかもしれないですよねノーボーダーっていう、ここが始まりでここからが終わりとか、そんなものはねない気がしてきました。一回やめたってね、またねやりたかったらまた始めればいいし、ずっとやってたんだけどもう違うなと思ったらすんなりやめて、本当にやりたいことをすればいいだけのような気がするんですよね。市場があったのでこの中を通り抜けてみましょう。まだねやってないですね。準備中なのか、あるいはもう終わっちゃったのか、これからだと思うんですよね。これから夜ご飯に向けていろいろまた動き出すんじゃないでしょうか。そして戻ってまいりました。この辺に来るとね、外国人観光客の姿が多い気がします。これフルーツもいろいろたくさん売っています。ここはね、大小のさまざまなバナナを取り揃えたバナナ屋さんです。さまざまなリンゴを売っているリンゴ屋さんです。マンゴーが2種類。アボカドでかい。アボカドがでかいな。何これ。この果物は何だろう。初めて見たな。これはトマトでしょうか。かわいい。アメリカンたちがエンチャイとか言ってた。なんだろう、エンジョイか、エンジョイって言ってたのかな。そうだよね、人生なんてね楽しんじゃった方がいいと思うんですけどね。せっかくの同じ時間ならば。何でも屋さんですよ。多分ここに来れば何かはあるんじゃないでしょうか。マグカップからほうき、スポンジ、いいじゃないですか。みんな憧れのお医者さんごっこですよ。ワンちゃんが寝ている。またちょっとねバスエ感が出てきましたね。ここはね、下着とかね、靴下とかベルトとか財布とかマスクとかいろいろ売っているお店です。綺麗なバス停もあるな。こういう電子掲示板とかねああいうトゥクトゥクじゃないけど、ああいう乗り物が走っていたり、カオスだな。ここはね日本食のレストランみたいですね。ラーメン売っています。なんかね、道を歩いてるとどこからともなくナンプラーとかね、カレーとかね、そういういい匂いがしてくるんですよね。でもう夕方を過ぎてちょっとずつ夜になってきているので、晩ご飯の準備を家庭でも飲食店でもしているんじゃないでしょうか、ね。朝食べてすぐお昼ご飯食べて、さっきはコーヒー飲んで、もうすぐ晩ご飯ですよ。だからね、もう生きるなんていうのはね、そんなもんかもしれないですよね。朝何食べて、お昼何食べて、で夜何食べて、でその食べたいものを食べるためになんか必要なことをして、食べたいと思うものを買ってくるのか、自分で野菜育てるのか、なんかしらそういうことをして、そしたらね、もう一日なんてあっという間に過ぎちゃうからね、何するとかね、迷ったり悩んでる暇なんてない気がするんですよね。みんな何をそんなに悩んでいるんですかね。あるいはかつての私も何をそんなに悩んでいたのでしょうか。ここもまたちょっといいですね。なんか結構整っている。トゥクトゥクは大丈夫です。Thank you。シーロムの駅の方には行かないとは言っていたものの、なんかだんだんそっちに向かって歩いてるんですよね。で、駅の方に向かうにつれて客引きとか呼び込みとか声をかけてくる
人がね増えますね。トゥクトゥクとか見るだけねとかマッサージとか、だからやっぱね人が集まるところに行くとそういったね誘惑だとかね自分を惑わすさまざまないろんなものがね増えるんですよね。だからそこから距離を置くというのは自分の人生を自分の選択で生きていくために必要なことかもしれないですね。ハンドマッサージとかオイルマッサージとか書いてあって、骨とかね解剖学的な図が書いてあるのかなと思ったらただ剥がれた跡みたいですね。これは足の図だ。トゥクトゥクが我先にと歩行者を追い抜いていきました。この辺はドラッグストアっていうんですか、薬局が3軒並んでますね。桃屋台だ。なんかあるとちょっとまた迷宮のような市場が見えたので散策してみましょう。ほらここ市場でね、ちょっとこの中に誘い込まれてみましょう。なんか広いぞ。なんだここは。入り口のこの祀ってあるのはかっこいいですね。市場だ。ここもやってんだかやってないんだかまだわかんないですね。なんか日本の国旗があります。これはねフリーマーケット状態ですね。もういろんなものを売っているお店。なんかね地面にこうやって四角と番号が書いてあるので番号読めないんですけどね、ここで商売しなさいよってことなんですかね。どのくらいだろう、2畳ないぐらいかな。これだけのスペースが提供されるんでしょうね。ここでなんかやれと。ここはねもうね作り付けの飲食店、厨房施設とかが備え付けられているお店ですね。この市場の食べるところにも広告がドカンと出ています。ご飯の上に肉をかけたような食べ物ですかね。ここは麺、チャーハン、麺。しまった。どこを歩いているのかよくわからなくなってしまいました。このねグレープフルーツみたいな果物を売っている人もよく見かけますね。なんかね無性に甘いものが取りたいんですけど、それはね今日ね甘いものをたくさん取っているからな気がします。普段こんなに甘いものを欲しないもん。甘いものを取ると続けて甘いものを欲しくなるっていう中毒状態というか依存状態になるんですね。日本のねラーメン屋さんも多いんですよね。日本のというか日本のラーメンですよって言って売っているお店、日本人が経営してるのか日本っぽさを出しているだけなのかはよくわかんないんですけど、ほらあそこもラーメン亭って書いてある。ひらがなでローマ字でも書いてあるラーメン亭って。でさらにその上はタイ語でラーメン亭って書いてあるんでしょうね。でここはねカツシンとかとんかつ屋さんもありますね。この辺もうなんか新宿の飲み屋街みたいな、いわゆる歓楽街というか印象ですね。出たほら、この辺はゲイエリアでしょきっと。昨日夕方街歩いてたらゲイのお姉さんに通りすがりにあら可愛いっていうふうに言われました。多分ね大柄だったんでタイ人じゃなくて西洋人だと思うんですけど、可愛いと言われたら悪い気はしないですよね。いい感じのマネキンが立っています。なんだここは。これ今なんか設営をしているんでしょうね。この後夜市かなんかやるんでしょう。ここはパッポン通りといっていわゆる夜のお店が集まる歓楽街でした。第二次世界大戦後にパッポンっていう人がバーを数軒オープンしたのが始まりらしくて、その後ゴーゴーバーだとかストリップだとか露店っていうのが集まるようになって今のような一大ナイトスポットになったみたいです。
この辺はね、看板にも日本語をよく見かけますし、ほらもう日本語いっぱいあるもん。タイガービールとかカタカナで書いてある。そういうとこね、ほんと行かないので、お酒自体飲まないから、そういう名前とかね、名称とかシステムがよくわかんないんですけど、それ何ていうんですか、ホステスクラブじゃないな、なんだスナックとか、そういったねお店な気がしますね。もうポールダンスをやるんだな。もうちょっと行きましょうかこっちが来ないよって言っといて、やっぱり来るっていうサラディーン駅に来ました。このねちょっと先がシーロムの駅ですね。いわゆるシーロムっていうとこの辺りのことを指すような気がするんですけど、いやほらドン・キホーテがあったり、最初に歩いた辺りとはもう全然雰囲気が違いますね。牛角とかね、もうこの辺は日本語だらけですね。こっち行くともう完全に歓楽街ですね。この通りはタニヤ通りって言って、特に日本人向けの店舗が集まっている歓楽街みたいです。夜のお店だけじゃなくて、日本料理屋さんとか美容室だとか60店舗以上が集まっているアジア最大の日本人街でもあるそうです。なのでここまでにしましょう。こっから先のもういわゆるシーロムっていうエリアに関しては他にねたくさんいろんな人が動画を出していると思うので、その動画を参考にしてみてください。西日が強いです。目の前がね太陽の光で白く反射してよく見えない状態ですが、動物的な本能と直感を頼りに歩いていきましょう。こうやってね大きなビルの前を通り過ぎると中からのクーラーで冷やされた冷気がバーッと出てきてね涼しいですね。靴下屋さんはどの靴下屋さん行っても同じ靴下売ってるんですよね。靴下業界の何か取り決めでもあるんですかね。焼き鳥屋さんの屋台の足元に鳩がいます。何やらちょっと見慣れない感じが出てきてですね、バン、そして谷銀行って書いてあるんですけど、これバンコク銀行って読むのかな、違うかな。こっち行けないか。ちょっと高いな。よいしょ。カメラを落としてしまいました。カメラは無事だったんですけど、マイクがね外れちゃったので、さあこれでどうでしょうか。録音できているか後でチェックしましょう。横着をするとダメっていうことですね。ちゃんとね道路の方から回ればよかったですね。この通りもねおそらく屋台がぐわーっと立ち並ぶと思うんですけど、今の時間はこういう感じですね。閑散としているというか、ちょっと休憩中という印象を受けます。この辺にスーパーマーケットがあるはずなので、ここですね。なんていうスーパーマーケットかな。ビラマーケット、8時までやってます。ちょっと入ってみましょう。涼しい。これは風邪をひいてしまいそうな寒さだ。ひかないですけどね。果物がいっぱい並んでますよ。これマルベリーですね。クワの実。この辺りはミルク、乳製品のコーナーです。これはチーズ、ヨーグルト、バター。この辺ね麺を売ってます。生そばとか、そして肉。この辺はねお菓子ですね。ポテトチップスとかスナック菓子ですね。お米、ビスケット、この辺も日本の製品ばっかりですよ。アルフォートとかチーズおかきとか、アルフォートさっき言ったか、プリッツとかトッポとか、パイの実、見慣れたパッケージが並んでいます。この辺はねジュースとかね、右側はお茶とかコーヒーですね。シーチキンはあれか、商品名か。だからツナ缶ですかね。チョコレート、甘い誘惑がたくさん仕掛けられてくる、この誘惑から逃れるのは一苦労ですよね。
回捕まっちゃうともう逃れられないよね。こっちにもたくさんの誘惑が。なんだろう。パームシュガー、ヤシの木から作った砂糖ですね。ちょっとね、甘くて冷たいものが食べたいので、これがいいですね。買いましょう。สปูนสมอง 木のやつ。いただきます。箱をもらいました。これにいろいろ買ったものを詰めて日本に持ち帰りたいと思います。トイレがね、うまいですかね。あったトイレット。閉まっている。トイレット、トイレ。これは何なんだろう、メロンですかね。喉を潤したいと思います。荷造り用の箱をもらったので、これがねテーブルにできるんじゃないかなと思ってるんですけど。そうですね、やっぱりね香りはねメロンですね。美味しそうだ。メロンだメロン久しぶりに食べたな。美味しいな。これもう全部いけちゃいますね。さあ、そして朝出発したスタート地点のヒンディのお寺ですね。そこに戻ってきました。戻ってきたなという感じがします。そして目の前の道はやはり渋滞です。今日はシーロムの街をぐるっと歩いてみたんですけども、そろそろもう西日が傾いてきて、ちょっとずつ夜に近づいてきましたので、いつものことながら寝る準備に入りたいと思いますので、今日はこの辺にしたいと思います。でね、この寺院の前を通ると何ですかね、呪文というか歌声というか曲というか、そういうのがねかかってるんですよね。聞こえますかね。てるかはよくわかんないんですけど、もうずっと同じことをこう繰り返して、だからお題目とかマントラなんでしょうね。これが中ですね。入場は無料で誰でも入れるんですけど、中で動画撮ったり写真撮ったりっていうのは禁止みたいです。中に入るとお盆に乗ったお供えセットっていうのが60バーツぐらいで売っていて、神様にお供えしてくるんですけど、最後にねこういう神様プロマイドカードみたいなものだけ残るんですよ。でこれどうしたらいいんですかって聞いたら、それは持って帰っていいよっていう風に言われたので、今でも大切に持っています。前回来た時はお参りしたんですけども、今回はいいか。ここにね名前が書いてありましたね。スリマハマリアマンテンプルだそうです。さあ以上、今日はシーロムの街を中心地の方とは真逆の方ですね、それの端っこの方まで歩いてみました。今日は以上となります。またお会いしましょう。さようなら。